皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、最新版、目の描き方について説明していきたいと思います。まあ今年2026年5年じゃない？ 5 年うん。そうだっけじゃあ未来来てたわ。本当に25年？いや、俺いつも2025って書いてた。私1年先をみんなより生きてたじゃない。未来人や。ということで、じゃあもはやもう2026年の気持ちの最新版目の描き方をまだ半年ぐらいあるけど。みんなに教えたいと思いますので、ぜひ皆さん、一緒に目の描き方を学んでいきましょう。それではやっていきましょう。はい。じゃあ、まず、早速、基本的な目の描き方。まだ全くね、漫画とかアニメのイラストの目を描いたことないっていう人でも描けるような、まず超基本的な話を先にしていって、まあ、最後の方に最新版の目の描き方教えていきたいと思うので、ぜひみんな最後まで見てみてください。じゃあ、まず、簡単な、目の考え方なんですけども、まず初めて漫画とかアニメのイラスト描いたことない人に、まあ、目描いてって言うと、まあ、大抵どうなるかっていうと、この上に描いたようなリアルな人間の目を描く。まあ目って人間の目ってこうなってるからね。もしくはもう丸描いてちょんみたいな。こういう目を描くっていうのがまあ最初の頃はしょうがないかなと。本当に漫画とかアニメのイラスト描いたことない人っていうのは。でも、漫画やアニメのイラストってデフォルメがすごく大事で、実際はこれ超デフォルメしてるパターンね。で、これが超リアルなパターン。で、この中間にあるものを描きたいのね。なので、この中間の目を描く考え方を今から教えたいと思います。はい。デフォルメの考え方なんだけども、まずこれリアルな人間の目があるとしたら、漫画アニメのイラストでは、まず、この上の部分ね、この上まぶたの部分っていうパーツと、下まぶたの部分のパーツ、ここの部分のパーツ、そして目の中の瞳のパーツ、この3つを別々のものとしてちょっと考えるっていう考え方で描いていくっていうやり方が多分一番デフォルメしやすい目を描けると思います。で、これだとでもまだ結構リアルな感じじゃない？これをよりどうやって漫画やアニメのイラストっぽく考えていくかいうことなんだけど、私がよく初心者の人にお勧めしたやり方が、この五角形の考え方なんだけど、正五角形に近い五角形とちょっとつぶやいた五角形をイメージしてもらいます。まずこの上まぶたを描くとき、この上の五角形の山の形をなんとなく拾っていく感じ。この通りじゃなくて、ちょっとここの角を取ってあげて、少し丸みを取ってあげるような感じ。丸みを持ってあげるようなイメージで描く。この角に来たときに少しだけ片側は、この角を残してあげるイメージ。こんな感じで上まぶたの形を取ってあげます。はい。こんな感じです。で、次に、この下まぶたのところは、ここのもともと書いてある下の五角形の一番下の線あるでしょ、そこの線を拾ってあげるような形で取ってあげる。少しだけこっち側のさっき角をつけた側を上げてあげてもいいと思う。残してあげるっていうイメージ。これで下まぶたの方はそんなに上まぶたほど濃くしない薄めの線で大丈夫です。で、最後にこの中の瞳を描いてあげるってイメージ。瞳の形は好みがあるんだけど、初心者の人は慣れないうちは、丸を描いてあげるイメージで大丈夫です。はい、こんな感じです。例えば、こう、パッチリした目にしたい時っていうのは、ここの空間を開けて大丈夫。で、逆に言うと、ちょっとこう、かっこいいクールの目とかにしたい時は、逆に上下とかをつけて大丈夫。なるほどね。これでちょっと元のピンクの線消してみると、まあこんな感じ。要は一番最初の面に比べるとだいぶ漫画やアニメっぽいイラストになります。あとはここに二重のキャラクターだったりしたら二重の線を描き足してあげる。あとまつげとかが結構あるキャラだったらこうまつげを描き足してあげる。それはお好みね。そうね、お好みで。あと最近とかだったらここにこう涙袋の線を描き足してあげるとか。まあそれは本当にお好みで下まつげをつけてもいいし。っていうのが簡単なデフォルメの仕方です。で、あと最後これだけだとちょっと目がね暗くて寂しいので、ぜひハイライトと瞳孔っていうのを入れてあげたくて、ハイライトっていうのは目に当たってる光の部分なので、まあ入れ方はいろいろあってこの後紹介するけど、まあオーソドックスに丸く瞳の中に白い丸を入れてあげる感じです。で、瞳孔っていうのはこの目の一番中心の暗くなる部分だから、そこに黒い丸を入れてあげるような感じ。一番簡単な感じで考えるとこんな感じ。これが描けるようになると、すごい自分のイラストが漫画のイラストっぽくなると思うので、ぜひまず一度も描いたことないよっていう人は、今のを参考に漫画やアニメのキャラのイラストの目やってみてください。
じゃあ次は、こっから応用してったちょっといろいろな目の描き方です。はい。じゃあまずは、一番私がよく描く、いつも私が描く簡単な目、紹介していきたいと思います。はい、これが私が一番よく描く目なんだけども、まあ大体この上に山なりに上まぶた取って、下まぶた取った後、目の中の瞳を描くんだけど、瞳の時にこう下側の線をちょっとこう切れるようなイメージで、こうちょっと切っていくっていうイメージ、こういう感じでここら辺を。まあ、ちょっと少女漫画っぽい抜け感が出るかなと思います。で、ハイライトを丸じゃなくて、私はちょっとこのね、四角形みたいな、なんて言えばいい、なんか、ダイヤ型って言えばいい、ひし形でよく最近撮る癖があるみたいで、自分では。で、中の瞳孔をただ黒くぐるぐる塗るっていうよりも、斜線でこう描いていくってイメージです。こういう感じで。で、さらにこの中に、白いこうハイライトをもう一個入れて、実際はこの中にもう一個こうトーンみたいのをかけちゃうので、みんなから見たイメージとしては、この中にもう一個こうやってグラデーションがかかってるような。黒い斜線みたいなね。そう。実際私はこれをトーンとか色でやっちゃうんだけども、まあ線で表すと、白黒の線が表すとこんな感じのイメージ。なんかぽいぽい。これが私がよく描く目です。まあよかったら一つの参考にしてください。あとは多分みんながちょっとよくイメージしやすいなと思うのが、この上まぶたを丸く取って、下まぶたも丸めに取って、なんだったら瞳孔をめちゃくちゃちっちゃく黒く塗りつぶす。これワンピースのルフィとかがある目。これは本当に描きやすいし、まあすごく小田先生っぽいイラストにはなるけども、今、一番さっき言った簡単な考え方だと思うんだよね。だから、まあ一つの参考としておすすめです。あとは、まあ今ざっくりこう書いてみたけど、こういうめちゃくちゃハイライトをたくさん大きく取って入れる少女漫画風の目だったりとか、こう炭治郎とかがこのパターンでこうハイライトが瞳の中心にあるパターン。本来なら瞳孔があるようなところにハイライトが入っているようなパターンとか、推しの子であるようなちょっと特徴的なハイライトをしているパターン。形があるパターン。そう。あと例えば下まつげを描いて、こう、私はさっきさ、下まぶたをこう横線一本で表すの話したけど、あえてそこを描かないでもうまつげだけで表すパターンっていう、そういう絵の描き方もあります。なんかこんなんいっぱいあるから、よかったらぜひ好きないろんなね、イラストレーターさんを参考にしてください。で、ここでよ、私がさっき言い間違えた、もはや1年先の2026年の、今私がここ最近の絵だなっていうのをいろいろちょっと自分の中で研究してたり、見てみて、これが結構今流行りの絵かなって感じの思う絵柄をちょっと何個か絵の目を自分の中でピックアップしてきたので、ぜひそれをみんなに教えます。てか逆に言うとこれ見てる視聴者さんは、いや、それ私のもう描いてる絵じゃんって思うかもしれないし、私の同世代のね、視聴者さんは、へえ、そんなのが今流行ってるんだって感じになると思うので、ぜひちょっと見てみてください。最近の椎本先生が思う最近の目ってことね。そう。じゃあまず3つ私の中でこれっぽいなと思うのがあるから、ちょっと1つ目からまず教えていきたいと思います。まず1つ目なんだけど、1つ目の目はもはや、この目の上まぶた、下まぶたとかの話じゃなくて、目の中の描き方なんだけども、今私はここでやめたじゃない？本来だったらここでこういうのを描いていきたいの。個人的には。でもね、ここの今私が描いた線あるじゃない？これを描かない。描かないで、これ、なんかアナログ線画の人はどうやって表したらいいかなってちょっと思うんだけど、まあデジタルの人とかだったら多分もうできるんだけど、いきなりもうね、瞳の色を塗っちゃうの。多分今私白黒のイメージだからちょっとグレーでやっていくけど、こういう感じでね、もうね、瞳の中をね、描いちゃうの。もう線を描かない。要は縁取りしないの、この中に。要はこの外の縁に本来だったら黒い線を私は引きたいんだけど、黒い線とかを縁取りしないで、ここにもうね、眼球を描いちゃうの。なるほどね。こうやってこういう感じで眼球を描いて、ハイライトを入れるっていう。なるほど。これで終わりなの。だから私だったらだよ。黒縁つけたい。これつけたい、これつけたい、これをつけたい、これをつけたいんだけど、今の流行りっぽいなとは、これをもうつけないか、つけても、もう、こう、めっちゃ薄いってこと？これぐらいのが点々で、こう、白黒の場合はね、こう、点々みたいなので、あるかないかわかんないぐらいね。もう限りなく薄くこう加工されてて、もうないんだ、みたいなぐらい。こういう感じの瞳の表し方。
がこういう風になってるのを結構見るって思った最近。あとなんだったらここは書いてもいいと思う。この中のこの後最後この動向は書いていいと思う。ここはねこうやってこうやって。まあ周りを書かない。そうこの周りを書かないっていうようなのを結構最近見るなーって思う。特に少女漫画とかのかっこいい男の子とかなんか抜け感があるイラストが出てきた時。マジだからちょっと一つ教えておきます。参考にした方がいいんじゃないじゃん。ちょっと待って、でも私やったら急にやったら、ね、あれが徐々にシフトチェンジだよね。なんか知らないうちにこう。もう、全然線書き忘れた後と違ったらなりそうだからね。じゃあ次です。次はね、もっとすごい可愛くデフォルメしてるなっていうイラストなんだけども、さっき私が言ったのは五角形で考えるって言ったじゃない、でも最近はどっちかっていうと五角形って考えるよりも、このちょっと難しいけどさ、潰れた六角形。六角形じゃないのなんて言えばいいの八角形。四角形こう、なんか四角みたいじゃん。そういうイメージで考えるのもいいなって一個思ってて。でもここの線がね、横線一本の方がいいかなって。私の考え方ってここ弓なりにあるじゃん。こう、カッカみたいな。そう。っていうのは極論の話ね。まあちょっとどういう感じの目かなっていうと、まずここ縦線でこうピッピッと引いていきます。で、次を、真横に、こうやってちょっと引いていくイメージ。はいはい。今度ここまで来たら、目尻は結構とんがらせます、こういう感じで。こういう感じで。でね、大事なのは、この黒目の中、あんまり黒くしっかり塗らない。ちょっと白いのを残す、これ白い空間を残す感じ。で、こういう感じで、こう、まつげを取る。で、この後、まつげの取り方にすごい特徴があるなと思うんだけど、ここに、こう、私だったらピンピンってまつげを描きたくなるね、こういうね。そうじゃなくて、トゲみたいなまつげを描き足していく。こういう感じの。そうしたら今度、下のところ、これはさっき言ったこの下のまぶたは直線でいいんだけど、この辺りこうまっすぐ描くこの線も。直線で描いた後に、さっき下まぶたは細めでいいよって言ったけど、私が最近の流行、下まぶたも結構線が太い。太いんだ。最近は上も下も結構、もちろん上の方が太いんだけど、下も結構太い。なるほどね。下の線も結構何重かに描いた後に、またこのトゲトゲのまつげをこう下に描いていく。こんな感じで描き足していった上、まるで私目の人も撮ってたじゃない、こう直線的に線をこう中に取る。なるほど。こんな感じで、大事なのはね、こうきっちりつけないこと、ここまでこうやって。ちょっと隙間開けんだ。なんだったらちょっとここに1本分ぐらいの線を抜いてあげるぐらいが空間が可愛いと思う。で、瞳孔も私はさっきこの目の真ん中に取るって言ったじゃない、そうじゃなくて最近の流行はね、瞳孔も目の上側に取る。だから、なんだったらこの辺に取る瞳孔を。こういう感じでガサガサした感じで。で、ちょっとだけここにハイライトを入れてあげる。で、二重の線を描いてあげる。こんな感じの目。一個デフォルメで可愛いなって。ちょっとロボットみたいな。で、なんだったら縦線でこうやってほっぺ入れてあげる。こういう絵で、ちょっと顔がね、プニッとしたデフォルメ系の絵がこういう系の絵だともちろん可愛い。なるほど。こういう感じのなんか輪郭取ってあげて、まあ、後でちょっとやった例を見せるね。こんな感じ。っていう感じです。はいはい。でも確かになんかこういうの見るかもしれん。言われたら。見るでしょ。で、もう一個です。もう一個が、これは結構可愛いデフォルメ系だったじゃん。もう一個はかっこいい男の子系で結構見るっていう。イケメンタイプ。そう、イケメンタイプを今も若い子たちが描くとこうなるなっていう絵があります。まあ私の中でもともと本来男の子ってのはあんままつげを描かないものってイメージがあったけど、今はバシバシみんなまつげを描いていくなと思ってます。まあ考え方として目はさっきの五角形か、このちょっと上の線が横線にやっぱなる感じが最近は流行りだなと思ってます。で、大事なのは、私はずっとこう、中を黒くこうやって塗って描いていくんだけど、それをもうしない。要はね、縁取っていくこと。要は中を白く抜いてって、描いていくイメージを持つことが、一個やっぱおしゃれにするコツ。で、この目尻のところをピンとこう跳ね上げてあげる。跳ね上げるの大事じゃん。こういう感じで跳ね上げてあげる。これ真っ白だ。色塗る人はこの真っ白でやって好きな色を中に塗ればいいと思うんだけども。そうなんだ。まあちょっと白黒線画で仕上げる人向けに今回動画言ってるから、これでちょっと寂しいって時はちょっとだけこう、線を描き出す。ただね、これ描き足しすぎないようにだけ注意した方がいいと思う。そうすると、昔っていうわけじゃないけど、今流行りの目ではなくなっちゃう。そう。で、ここにこうね、まつげをこう描いていくんだよ。まつげも黒くこう塗ってつけるっていうよりは、ここに白く抜くような感じのイメージでのまつげをつけた。ちょっと生えてるよみたいな感じなんです。そう。大事だなとのは下の目なんだけども、下の目も、さっき言ったここは結構一緒なんだよ、ここの考え方はね。だけど、ここからだよ。どんどんね、下線増やしていく、これでちょっと。下線を増やした上、さらにここに白く抜くような感じで、またまつげをこうやって生やしてあげる。なるほど。こういう感じでね。まつげ生やしてあげた上だよ。
ここにね、ぷっくり涙袋の線を足してあげる。結構がっつり涙袋線とか。ラスボスみたいな、なんか敵キャラみたいなそうだよね、イメージだけど、俺の中では。わかるわかる。言いたいことはわかるよ。こんな感じにして、もうちょっと鋭いのかな、実際。こんな感じで鋭めに。下上、中の瞳の線も、なんだったら中の瞳の線もこう細めにこう、取ってあげて。基本全部細いのね。そう。で、瞳孔は上目。この上。真ん中じゃないんだ。この上の方に取ってあげるの。で、私は気づいてしまった。これを、まあ、ここに取ってあげてもいいんだけども、なんだったらこのね、なんていうの、上まぶたのところに入ってんの、ここに。この辺にこうやって瞳孔がマジで。人間じゃねえって、それ。なんかこんな感じの、で、ここに二重の線とかを描き足してってあげるみたいな。こんな感じのね、目が流行ってる。いや、そうすることでよりイケメン感増すのかな。なんかね、それちょっと眉毛はちょっと下げ気味でね、こういう感じで、こういうちょっとね、不安、なんかニヤみたいな顔浮かべている系の男の子、こういう。五条先生みたいな。あー、まあでもまあそうなん五条先生もちょっと違うけど、もっとダークな感じのね。ダークな感じ。っていうのが今私が流行りだなと思った3つのパターンです。で、ちょっとだけあと応用で私が最近流行ってんなと思った、これの今言った話のちょっと応用版みたいな話を、目を2つだけ教えたいんだけど、さっきさ、2個目に教えたすごい可愛いデフォルメっぽい目があったじゃない。まあちょっと四角にトゲがあるみたいな。こういう形だったり、これをね、めっちゃ縦長に可愛く伸ばすっていう感じがあって、まあどういうことかっていうと、まず上のここカクカクしてたの丸みを帯びさせるのね、こういう形で。こういう形で丸くすんの、すごく。まつげもカクカクじゃなくてね、こうやってプニプニ取っていくの。丸みを取っていくの。で、下に描く時のまつげもこうやって丸みを帯びて取っていくの、こうやって。で、超縦長にこうやって目を取るの。で、ハイライトは今言ったこの上にこうやって取ってもいいし、なんだったらこの下とかにもただ黒くやってこうやって黒く塗りつぶしちゃって目を。こういうなんかちょっとレトロコミカルみたいな可愛い目。まあ確かにあるかもしれない。こういう感じのさ、なんだろう、こういう感じの目。こういう縦長伸ばしの目、すごく。で、ちょっと丸みを帯びさせるっていう目が一つあるなっていうのと、もう一個がさっき私が言ったかっこいい男の子の目あったじゃん。それをもうちょっとだけこれに寄せたっていう簡略化したような目なんだけど、要はさっきはすごいまつげをピシピシ描いてたけど、今度は逆にちょっとまつげを丸くめに取ってみる。両方とも基本的には少し、さっきは四角な目だったけど、丸みさせる感じだね。そう、ちょっと丸めのまつげをこうやって取ってみる。今度下のまつげ、下も結構濃く線を取った上に、やっぱこのちょっとだけ丸みのつけたまつげを、なんだったらこのね、目尻にね、まつげだけをこう三角形で残していくの。こんな感じ。こんな感じでここにハイライトを、この上まぶたのここにハイライトを取ってあげた上に、ここに瞳孔を入れて、ちょっとなんだったらグラデーションかけていくのは、ここから徐々に下の方に抜けるようにグラデーションをかけてって、で、涙袋を超ぷっくり描いてあげる。で、こんな感じで。で、なんだったら口とかつけるのはここにこう刃とかつける感じで、こういう感じの顔。虎擬人化みたいな。なんかこういう感じの、そう、こういう感じの顔。っていうのが結構私の中では、今見てた中で最近流行ってる若い子たちが描いてるなというイメージなので、ぜひ私の世代取り入れてください。で、私も取り入れてみたの。取り入れたので、ちょっとみんなに見せたいと思います。こういうの私は取り入れていく人間だからね。そうだよね。で、ちょっとエスクに見せたいと思います。じゃあ行きます。はい、まずですね、これ、いつも描く私のスミレ。最新バージョンのスミレ。押し北のスミレね。みんなで真似て、若い子の真似でやってみました。こうなります。最新バージョンのデフォルメ可愛いスミレこうなります。でもなんか漫画でこれはちょっと嫌だな。でもね、やっぱこういう絵柄の子って最近見るよ、結構。わかる？で、可愛い。やっぱ頭身もね、その分プニッとしてる、ちょっと。だからちょっとルーズソックスクシュクシュって履いたような足に、もう今の子たちに言ってもわかんないんだろうけど、私で言うところポップミュージックみたいなぐらいの頭身の可愛いイラスト。まあ、スプラトゥーンぐらいの頭身。そうで、絶対萌え袖してて、なんか可愛いウサギとか猫ちゃんとか持ってるみたいなイメージの絵でこういうのあるなと思いました。で、これ今私が描くさっきゅん。イケメンやっぱり。これ私が描くさっきゅんね。で、これを最新っぽい目にしてみたさっきゅん。こんな感じになります。いや、ちょっとなんか良くないこれ。こっちの方がいい？なんかちょっともう一回戻すよ。いい？こんな感じになります。やっぱりちょっとこれ取り入れた方が良いんじゃない？こういうなんかね、抜け感のある目っていうのかな。あとね、なんだったら輪郭もシュッとしてる。私なんか結構顎伸ばし、顎しっかりがちで描いちゃうけど、今の子たちの学園ってこう輪郭シュッとしてる。輪郭も変えたのかなもしかして。よく見たら輪郭も変わってる。ほら、シュッとしてる、こっちの方が。っていう感じ。でも髪型変わってない。なんか、
いいかも、俺、これ。やっぱ今風でしょ、ちょっと。ちょっと、だからあれだね。押しきた、もし連載終了して次の自作の漫画の時はこの目に。この目で。すごい大変なんだけど、やっぱ涙袋を書いて、こう、まつげをシュッシュッと出して、やっぱこう、ハイライトをこう、上の方に持っていくみたいな。新作の漫画はちょっとこの目を取り入れてほしい。私もね、これ書いた後もう一回10年見たらね、あれダサくないってちょっと思った。という感じで、まあ私はちょっと取り入れてみるとこんな風になるよっていう感じです。まあでも正直目って時代の流行があるし、なんだったら時代に乗らなくてもいいんだよ。自分なりの目を見つけるっていうのも全然あり。要はでもほら自分の絵柄を決める大事な部分でもあるので、まずはいろんな人の目を模写とかしながら、最終的には自分なりの目の描き方を見つけてみてください。しっくりくるやつを見つければね。そう。ということで今日はもう2025年すっ飛ばして、なんだ26年も行くような、目の描き方でした。26年にはまた違う目が流行ってるんじゃないでしょうか。かもしれない。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。